今回は知る人ぞ知る有食堂にやってまいりました。三陸鉄道が走る線路沿い、住宅街の奥にあって見つけづらい立地なのですが、評判が良くて満席で入れない時もあるくらいです。建設会社が母体のお店は素敵なモデルハウスのような作り。この日もやっぱり満席で、駐車場で待っている間、お店の外観を撮ろうとしたら、偶然にもちょうど電車が走ってきました。ほんとラッキーでした。玄関で靴を脱いで上がります。私は最初それがわからなくて、テラス側から土足で入ってしまいました。玄関入って突き当たりの部屋でも食べられますし、テラスの部屋もあります。メインの部屋は薪ストーブの近くの席がお気に入り。暖かくなってきたら外でも食べられ、前はバーベキューもやっていたことがあります。さて、これまでメニューはいろいろ変わってきましたが、今はこんな感じです。エビチリや唐揚げはボリュームがあって美味しいと人気ですが、それ以上に私がおすすめしたいのはカレーです。福祉へ来てもいろんなカレーを食べてみました。私はどんなカレーでも嫌いではありませんが、いざカレーに対して評価するとなると、採点はかなり厳しいと思います。その中で私にとって合格、好みに合っているのがこの有食堂のカレーでした。市販のカレールーを使わずにスープストックから仕込んで、このお店オリジナルのカレーを作っているようです。基本のカレーは1種類ですが、そこに辛さを調整したり、トッピングを変えたり、イカスミを混ぜてイカスミカレーにしたりしています。ゴロゴロ肉のポークカレー。これは有食堂で一番最初に食べたカレーでしたが、その美味しさに感動しました。若い頃はカレーはビーフとこだわってましたが、だんだんポークの美味しさを理解するようになってきました。お肉が繊維に沿って崩れるくらいに柔らかく煮込まれています。イカスミカレー。イカスミを加えるだけで見た目も味もガラッと変わります。イカスミの甘味がカレーの辛さと融合して深みのある味になっています。肉厚のイカが5切れ入っていました。これはカツカレー。そしてこちらはエビカレー。プリプリな大きめのエビが5個も入っていて、有食堂のエビメニューが人気なのがよくわかります。こちらは日替わりランチのエビチャーハンとミニカレーセット。エビチャーハンにはエビが2個乗っていました。チャーハンにカレーをかけて贅沢なランチでした。日替わりランチはプラン1100円のカツカレーが990円になっていたりと、少しお得なようですね。日替わりデザートもあって、私が食べたこの日は牛乳プリン。ふんわり口の中で溶けるプリンでした。
こちらはコーヒーゼリー。アイスクリームが乗っています。プルンプルン。これは1年ぐらい前に食べたエビチリ。エビの大きさにびっくり。エビチリ唐揚げ定食。これは今も人気でメニューに残っています。これはすごい。チキン南蛮唐揚げ定食。5個入って、大きいのが5個。唐揚げが大きく食べ応えがあります。チキン南蛮はこのチャンネルでも紹介していますので、ぜひご覧くださいね。昭和レシピチャンネルの中でも自信のレシピです。そしてエビ天津飯。卵もあんも良い感じです。天津飯も昭和レシピチャンネルで紹介していますが、こちらは夕食堂の天津飯の方が美味しかったので、また挑戦し直しですね。やっぱりプリプリしたこのエビは夕食堂の魅力ですね。ちなみにランチにはドリンクバーとスープバーがついています。ドリンクは黒ウーロン茶、プーアール茶、グアバ茶、緑茶、ルイボスティーの5種類。スープバーは日替わりでコンソメ系や味噌汁系など、その日によって違いますが、寒い冬には温かいスープいいですね。お店にはオーナーの趣味で集めたギターが飾られています。レスポールいいですね。いつか持ちたいと思っていた私の夢のギターです。それでは東北の9時から美味しいレシピやお店を紹介する昭和レシピチャンネル。チャンネル登録と評価、コメントよろしくお願いいたします。紹介してほしい情報やコラボできる YouTuber も募集中です。9時の奇跡の生態院マッサージオリエンタルへもどうぞいらしてください。では、まだなす。Nos vemos. Chao, chao.